来る楽しみが、食べる楽しみに貢献できたらいいことじゃないですか。すごいわこれ。美味しい。ありがとうございました。今日は遠くまで。ワンちゃん美味しいでしょ。どうぞどうぞ。おはようございます。おはようございます。今日は笹山の方に野菜の仕入れに行きます。今度のコラボがありますので、その笹山の野菜を使って料理をしたいと思うので、平有機農園という方のところでお邪魔します。今日晴れてよかったね。今回はどういったコンセプトで？丹波で開催する、ね、コラボやから、その丹波の野菜とか丹波の食材を使って、やってお客さんに喜んでもらうことがいいかなと思って、この吉良有機農園さんのお力を借りてやることにしました。お元気ですか？あ、元気です。取ったやつ。あ、すみません。使ってください。はい、早速いただきます。土作りからもう一からやってはる方ね。はい、今からちょっと選別して虫食いとか飛ばし面白い、はい、味これもになりますね。これは何？これがね、丹波の黒枝豆ですね。今ちょうど10月旬の特産なので、今がちょうどもうプリプリ膨らんでる。じゃあ今白大豆も作ってまして、丹波の白、もう見た目はね全然黒と変わらないぐらいの大きさなんですよ。でも中が白大豆で、だから白です。白です。でね、黒はコクがあるんですけど、こっちすごくクリーミーなんですよ。はい、味になりますね。あ、今火つけたんでちょっと。よろしくお願いします。完熟のミニパプリカと夏ですね。バターナッツかぼちゃ。ピーナッツみたいな形してるよ。これを何に使われるんですか？酵素にしてデザートにする。これ4キロ。4キロ。はい、ありがとうございます。花は結構ありますかまだ？まだあります。はい。これがロケットセルバチコ。ごまの味がそうなんですよ。すごく香りがいいんです。じゃあ万願寺の小さいミニ万願寺、ミニピーマン。これしたら200 200ぐらいで。はい。細かいからね。これ小豆です。なんで大納言が知ってる？わかんないです。
収穫だけじゃなくてあとの選別が大変なんやね。地道な作業やね。この豆たちは大変です。大変大変ですけど。じゃあちょっとそしたら畑の方行きましょうか。はいはい。ここ一帯がそうやね。木田さんはい、そうですね。こっちの奥までもどん突きまで行ってまして、でここの中でまあ半分ぐらいかなですね。丹波の黒大豆枝豆。雨不足にも耐えれるというやつね。なので有機だから良いわけではなくて、普通の農薬観光栽培でもちゃんとした土作りをするとかいうことってすごく大事。薬を使わないのが有機ではなくって、本来のこの土の力を生かすとか、それが生物の力を生かすとかっていうのが有機的ってよく言うじゃないですか、言葉。いろんなつながりがあるっていう。本来の有機。そうなんですよ。それが本来の有機なので。これ多分1メーター以上伸びてると思うんですよ、これ。これで豆、畑のタンパク質って言われますけど、これで窒素を固定してます。これがたくさんついてることで、自分たちでこう窒素、空気中の窒素を固定して豆にどんどん送っていってプリプリの豆ができるのと、その後この細かい論で表面積を増やして、ここでしっかり栄養を取るんですよ。土台というかね、これが大事だよね。大事ですね。張り尽くすいう。これが本当の有機農法。そういうところにやっぱり片さんは目をつけて。そうそう、お父さんの時からまあそういう話はちらほら聞くやん。そしたらもうやっぱり土作りからがね始まるんだよね。大事です。それとその知り尽くすことで、それをいかにこう循環して還元して循環に回してこう、次につなげていくというかね。返して、でまたすき込んで、これをまた分解して微生物の餌にして、でまた分解されたものをまた野菜が吸うっていう形のサイクルを、野菜も出荷したもの以外はこうやってまた返していきますし、でこの周りの草たちも草刈った後またこういうふうに返していって、できるだけこう有機物っていうのを使うっていうのを大事にしてますね。大きい栗ありますよ。これ二葉性です。丹波栗の。これ去年の言ったらさっきの豆、枝豆の枝と、あと刈草とこう混ぜ合わせた。有機を作ってる。肥料作りみたいな。そう、堆肥です。堆肥。焼き土を作るんですよ、ここで。いわゆる土壌改良剤みたいなのをここで。色が少しずつも黄色くなり始めます。一番の特徴というか大事にしているところっていうのは、地域に合ったものを地域のものを使って作るっていうことで、土作りっていう時にこうたくさん外部から投入するんではなくて、できるだけこう地の例えば刈草だったりとか野菜の残差とかその辺をこう再利用していくっていう形の土作りを大事にしていて、ここで農業を続けていくことがここの自然環境のこう継続にもつながっていくっていう方法をすごく大事にしています。でその結果美味しい野菜ができていくし、ここの環境も残っていくっていうことをすごく大事にしているので、はい、失礼します。ありがとうございます。まあお野菜を持って次の日曜日ですか？そうそう、地産地消という意味でお皿も丹波で焼かれた丹波焼き、小鳥のお父さんの柴田さんのスミックウェアの器を使って料理を作るね、どんな料理が出てどんな反応があるのかがね楽しみやね。
すいません。こちらなんです。山台さんっていうところのお肉なんです。臭みも多分ほとんどないと思うんだけど。何に使われるんですか？これは低温ロースト調理。鹿肉。そうです。僕が通った高校の一個先輩です。やっぱり最近になられました。でまた11月3日よろしくお願いします。よろしくお願いします。これも全部して。こんな今日大掃除なんですよ。ちょっと来てもらうから。ありがとうございます。ちょっと今残しシェフだ。ここが岩茶房小鳥さんです。中国武夷山に生息する岩茶を直接買い付けに行かれて、こっちでこの土地の水を使って岩茶を提供されています。中国にある岩茶とそれと中華料理のコラボって密接な関係にありますので、中華料理を食べた後にその岩茶でひとときを潤うみたいな感じで、締めの岩茶で秋の夜長を楽しむみたいな感じでいけば最高だと思います。大丈夫。そういうことで。はい。ありがとうございます。はい。改めて。気楽にから気楽なやつ。そうですね。おはようございます。でドレス3枚4枚持って帰ってきてるわ。だってあれでしょ、一回来たらもう着ないとかもあるんでしょ。あればっかり。1枚な。すみません、冷凍庫。冷蔵庫。冷凍庫。はい。稽古で里見です。これ知りんねんな。体。小島さんどこ行った？小島帰った。風呂行った。早い。しんちゃんの方が今日の方が忙しいんやろ。頑張れるかなと思って全然やった。一緒はね。
かんでええんちゃう。そうしましょうか。袋のままでね。今日はピーマンさん。5センチほど。こんなのちょうどやったら全然ちゃうやろ。今日はどのようなイベントになってるんですか。はい、今日は小鳥のお父さんである柴田さんのスイープウェアの器を使ってピーマンの料理を皿に盛り付けたいと思います。一生をこの丹波に捧げようとで一生懸命取り組んでおられます。火の魅力とか火の勢い、そんなんを今回は見に行きましたので情熱的なものを感じました。僕も同じ火を使うことで一緒ですのでね、火の魅力を存分に楽しんでいただきたいと思いますね。炎の料理炎の、それはどちらかというと分厚すぎたからです。ピーマンちゃん、これも全部ピーマンちゃんこれあれ買ってない。雰囲気がもう落ち着いてる旅というかもあんなあそこなかったな。はい。この手伝えて今日。3年のドライブ帰ってくるわね。これ置いとこうか。左でもいいかな。お菓子用なんだって。と熱い。おし熱いのあかん。ベータカロチンが人参の10倍やからあるらしいです。で甘くない。あんまりべちょっとしてないし。このかつめが好き。サクサクや。甘くないの美味しい。揚げたりしても美味しいかもチップにして。うんうん。極品日系を入れます。誰に作ってるんですか。ここにいる人に。ちょうどこれ反対やからな。前のやから。具は何が入ってる今新しいのみんなこれ。梅干しで。そうそうみんなこれになってる。これはもう岩茶です。岩茶の貴酒っていうお茶で一番岩茶の中心的な味わいのもの。お茶です。どうぞ。どうぞ。今の花のことと違うかな。お二人の大型同士でもこれその深いな。連想ができるいや、書いてるところに入ってるから。気分がやっぱりカーッと働きたいってなります。
いいですね。ここが1、2、3。ああ、嬉しい。やっとちょっと胸が張りました。ちょっと辛かったこの夏がら秋。ああ。箸置きをお帰りの際に皆さんに配るんだそうで。平さんとこのメイクイン。水蒸気ないの？水のどこにあるの？なるんで厨房。どうもようこそようこそ。こんにちは。元気そうでよかった。心一に。こんにちは。おお。豆とお湯。サラダじゃなくて、シェカニングにサラダのような感じで、ちょっとサラダにした感じ、実はね。はい、承知いたしました。ごゆっくりどうぞ。ではジャスミンティーと食事中にラオチュウとお伺いいたします。ごゆっくりお過ごしください。キビさんもジャスミン。はい。これ千原さん行ってください。はい。はい、夜です。5番テーブルさん、男性がハートランド、女性がジャスミンです。はい、すいません。お待ちどおさまでした。ごめんなさい。とんでもないです。出ました。すみません。出ました。出ました。ごめんなさい。はい。すいません。はい。ありがとうございます。お水。男性が水氷なしは女性2人で、男性がジャスミンで、その後にラオチュウです。はい、今日はイベントなので特殊な入れ方です。男性です。ジャスミン。ジャスミンのお客様。はい、失礼します。ここの器やな。これもみんな柴田さんの。そうですよ、お父さん。住田さん。こちらですよ、お父さん。はい。さっきお名刺いただきました。もうどれもこれもね、ものすごく美味しい。やはりピーマンさんで食べるコースとはやっぱちょっと違う雰囲気感じますか？ロケーションが違うから、和で中華を食べてるんだからそのままやけど珍しいな。この下の美味しいね。
梅を岩茶で炊いたもの。これはやっぱり梅のクエン酸の食欲増進とか胃を整えたりするものプラス岩茶の血流改善とか抗酸化作用、梅も両方なんですけど。This makes me feel better. まだやってんの？綺麗じゃない。この力のThere you go. Oh, 飲みやすい。 Did she get herself? No problem. Okay. はい。じゃあそっちがなんか家でどれふわふわに変わってるから真ん中で。 After you've done a few pieces, then you can decide what size boom you want. Yumi was thinking of picking one, and her advice was すごいですよこれすごい。大サービスやね。The thing is the threads. When I was in school, when I was bored.
ごいわこれは。写真撮るの忘れてる。これエビ。美味しい。グレープフルーツが美味しい。このエビめっちゃ美味しい。これ乗せた。これもちょっとこれ入れてなんか確かそうです。ねこれ最後一番最後ですよ。オッケー。はい。キウイを置いてるんですよ。ちょっと違うのかもしれないですけど、柔らかいからものすごい柔らかい。こんな綺麗じゃないけど。いろいろ出て。
な感じ。はい、豚持ってよ。味見はと入れた。白もえで、どうでしょう。白もえね。あと味付けでやる。楽しいでしょ、シェフ。これ何？黄色。トウモロコシの新芽。ああ、そう。先に召し上がってください。Looks like a bird stuff. これすごいわ。いや、苦いの後に甘いがついてる。これ私毎回頼んでるけど、今日はまた違う調理法してはるね。これはミニピーパー。こんな可愛いのがよくあったね。美味しいです。脂身がむちゃくちゃ美味しいんやけど、甘みがあってね。もうお二人は長いんですか？長い長いんですか？16年ぐらい？始まった時から。始まる前からね。いや、最初はロアンさんに連れて行ってもらって。そうなんです。ロアンで私アルバイトしてて、それでもう仕事終わりに無理に連れてってもらって、もうピーマンさんの料理に惚れちゃったんですね。ロアンさんは赤い冷麺とかいろいろ言うてきたし、エビチリとか言うてきたけど、私はネギそばだけやね。もうでもその方が永遠に変わりないです。不変です。はい。シェフがそれでロアンさんが勧めるものじゃなくてネギそばを喜ぶなんか変わったやつがいるって言って。そう。はい、ここないです。こっちがいい。はい。Look at those handsome bowls. Yes. これはね、匠がピーマンさんで一番好きなメニューなの。シンプルイズザベスト。That was with Alma, Moody and grandfather. Nice bowl. I did this next time. So I just brought the. 塩加減がよ。ごっかり。それによくこのが大変ね。盛り付けのセンスはさくみちゃんに任せました。はい。絶対聞きましょう。入れてください。どんどん。これはもう
じゃあこれで OK ですね。はい。何時間後に失礼しました。大丈夫かな。デザートでございます。まあこういうことであるんだろうなと思って。紅芋の味が満載やねんけど。デザート満足度120%です。はい。俺行かなあかんな、大将にこんな美味しいデザート。あれ、これ賢いね。位置がな。これが極品日系の茶葉です。これが。はい、なしでいいと思います。あと恵子さんたちですね。もうね、デザートとかん茶がね、ものすごい合います。めっちゃね、口の中がね、やっぱり。これは。小学校でなんかコミュニティになる場所が下に線あるんですけど、じゃあそれってペットボトルそうやな。すみません。いやもうこんな美味しいの私ね。2戦目とかも回りますので。美味しい。このお茶美味しいですよ。私ね、お茶お断りしますって言ったけど、あまりにも香りが良くて、それとやっぱりデザートにすごく合うんですよ。後口までね、ずっと残ってるんですよ。甘みと渋みと酸味がね、全部やっぱりバランスよくなってるのがね。はい、2戦目もまた楽しみたいと思います。あ、そうでしょうね。伝授してくれる。いろいろとね、調味料のことで随分聞いてた。このドレッシングはどうやって作るの、何が入ってるの、とっても美味しい。今日来るんですけど、お昼はこれない。ありがとうございます。箸置きでございます。前ももらったのに、私前もらってるから。前がな。うどんじゃなしよ、その場に。これ箸置き。箸置きあれ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。お気をつけて、またお越しください。デザートが生まれて初めて。今日のイベントはいかがでしたか？最高です。季節も良かったし、美味しかったし、
幸せの一言ですわ。幸せなお時間でした。満足度120%。器も素敵でした。お茶はいかがでした？すごい気に入りました。お父さんもお茶美味しかったですか？はい、長生きできそうですわ。しばらくこの余韻を残したまま帰ります。今日はありがとうございました。ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。はい、またね。またお会いしましょう。はい、失礼します。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとう。歩っていける距離だから美味しかったです。ピーマンさんも行ってましたし、小鳥さんはよく来てました。コラボできたのが初めてです。これもそうやった。多分今聞いてくれてる。多分もうちょっと後ろと向けてる。どれでしょう。いやいや、どうもごめん。すいません。お願いします。火曜日に帰るの？ああ、そう。またね。またね。また来てね。また来てよ。じゃあさようなら。またね。はい。満足して帰っていただきました。よかったです。皆さんいい時間を過ごされたようで。またピーマンと違うやろ。全然違います。器によってね、こう盛り付けとか全然違ったものが演出できるからね。器とのコラボ、食材とのコラボ、ガンチャとのコラボ、みんな協力し合ったらすごくいいものができる。感動が生まれてます。まあお客さんにね、微笑む川場一番のプレゼント。明日、明後日帰るっていうことですね。やっぱり本当柴田さんの器とピーマンさんのお料理がコラボして、なんかね、作る方としては本当にありがたいんですよ。こうやってどうやって使われるのかなっていうのが普通家庭料理だと大体まあ決まったような使い方になっちゃうんだけど、いろいろとね、器を引き立てる盛り付けと料理がねあってとても良かったです。ありがとうございます。断然綺麗になってます。そうですね。器も喜んだと思います。ちかお茶どう？お茶飲めば？飲む。見て、これすごいんだよ。これで。これちょっと音が取れる。お姉ちゃんたち。ガンチャまあガンチャ好きな人はね。オリーブがあるところで。ガンチャは出見証のルイさん連れて。そうです。ガンチャはそこでしか取れないし、そこでしか作られてない。
これも仕入れに書いてるんですか？そうですね。もう仕入れという言葉を使えば本当にその通りなんですけど、お茶を仕入れに行くっていうと大体皆さん現地に行ってそこでこう市場に行ってお茶を品定めしてそこでこう自分で選んで買ってくるっていうイメージだと思うんですけど、私たちが仲間としてることはもう現地にこのお茶を作ってくれてる人がいて、そこに訪ねていってその人たちと1年間の活動の報告をしてで新しいお茶を全部試飲させていただいてでそれを受け取って帰ってくるっていうイメージです。他のお茶と比較して何か選択してくるというものでもないし、この方たちが作ってくれたものを本当にいただくっていう、だからこそ私はこうやってるっていうところですかね。はい、お願いします。かわいそうに伸びるやつをせっかく綺麗にねしたらいいよって言ってね。食べ取りハモとカニのフカヒレスープ。これがスープだって信じられる。塩味はこれね、塩麹だけで。さっきは普通の白さっておいてくださ頭、尻尾、胴体2つずつ。箱も3つぐらい入れてね。3つぐらい。はい、すみません。たらはい、入りました。はい。決めて。4番にお関さん、わさびの。
配ってもらえるんで。はい、お願いします。順番に来ますので。ちょっとゆっくりしてください。はい。誰もかまへん。いつ来るか。そばの味いかがですか？さらっとしてる。さらっとしてます。今日の料理いかがでしたか？食べてみて。大満足ですか？そばとかどうでした？しっかりコシがあって美味しかったです。いつもね、ピーマンさんの料理は食べてるんですけど、今日はまた違った手法で美味しかったですね。またあとこのそばがさっぱりとしてて多いかなと思ったんですけど、スッと入ってました。美味しかったです。面白かったですね。メバチコが。バレバレですね。聞いてるのがバレバレです。全然聞いてない。あ、そう。お母さんに何してるの？お礼するもんないからな。腰も作ったから。自分がこうなんでこのお茶に打ち込むのか、なんでこれをやりたいのかって言った時のきっかけは、私の生活の中にこの岩茶があって、この岩茶を飲むお茶の時間がすごくやっぱり生活の中で幸せだったなと今思いますし、暮らしの中で美味しいお茶を飲むっていうことの中で自分はもうそれがかけがえのないものだったんですね。でもそれを仕事にしようって思って20数年生きてきたわけではないので、でもやっぱりその中で何か仕事アルバイトをするにしてもやっぱり飲食店、ロアンさんもそうなんですけど、お世話になってお金を稼ぐために何か他の仕事をしようって思ったことが一度もなくて、食べ物とか自分の中にはずっとあったんだと思うんですけど、それもやっぱり自分の育ってきた環境の中での自分の中に植え付けられたものがベースにあるんだと思います。
後でこう通ってみて分かったことなんですけど、Vさんの風土気候とかすごく篠山ってなんか似てるなっていう。お水がすごく豊かだったりとか、植物、そして蛇が多いとか、そういう環境がすごく似てるなって。なんでここでお茶を入れたら美味しく入るってことはやっぱりそういうことなんですよね。岩茶と篠山のその意味なんですけど、でも私はやっぱりここで生まれ育っていて、私が何かするっていう意味はここでしか考えられない。もともと経営をしたいわけでもないし、私がしたいことは篠山でやっぱり父が作る作品があって、その暮らしを自分も同じような形でこう皆様に知ってもらいたいっていうのがあるので、その中で岩茶に出会ったっていうこともありますし、私が違う土地で何かお商売を考えて何かやりたいっていう思いはないんですよ。篠山で暮らすっていうことがどういうことなのかっていうのは篠山の町の中でこうお土産物を買い物していたりしても、そういうことは知ることがなかなかできないので、ここはそういうものを感じてもらえる場所であってほしいなって思います。だから景色もそうですし、器を使うとかお茶をいただくとか、そういう時間をここで持ってもらいたいっていう、その思いでこの場所も出会った時にここだなって思いました。一番若い中。ありがとうございました。今日は遠くまで。あんたと同じ子でどういうはい、ありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。どうも。ありがとうございます。どうもありがとうございます。いいですか。ありがとう。ないというかね、これが大事だよね。大事ですね。このお茶です。このお茶あ、そう。お母さんに内緒。ありがとうございました。今日は遠くまで。ワンちゃん美味しいでしょ。